こちらの、巻きっぱなしの松のメンテナンスをやろうと思います。2升してこれ3年目ぐらいですかね。ちょっと太くなっちゃったやつとかあって、全部まっすぐなので、曲げときたいんですけど、でね、この容器、このプラスチックの容器が結構なんか素材的には、脆くてもうパリパリちょっともう壊れてるので、このまま維持するのもちょっと難しいかなと思うんですよね。はい。古葉とかあるので、雑草を取りながらの古葉をむしりながら。かなり太いのもありますけど、それに追いやられて、あまり太れなかった子もいますね。どっちかって言ったら、あんまり太れない子の方がミニ盆栽としては、高素材、好都合なんですけど、これはいいですね。なんかこう、いっぱい、この辺にも芽があるし、中にはこういういい素材もあるから、これはぜひ別で作りたいですけど、外側からこう外せると思うので、外せるとこから少しずつやればいいと思うんですよ。その前にちょっと、すかしして、整理しとこうかなと思います。これは太らせようとする段階では、そんなやらなくてもいいと思うんですけど、作り方もいろいろあって、最初に十分太らせてから作るっていうのと、小さいまま作って徐々に古くしていくっていう作り方と、あると思うんですよね。ざるで培養して太らせてっていう作り方もしてるんですけど、スペースの問題とかあるので、このものたちは小さい鉢で、早い段階で小さい鉢で育てながら、徐々にね、作ってめでていこうかなって、そういうふうに思ってます。今は、ちょっと古葉を取ったり、新生、今年伸びた葉っぱの、芽の周りの部分を減らす、葉かしなんかをして、少し樹勢を抑えているっていう感じです。まあ、ちょっとすっきりして、この後針金掛けするときとかに作業しやすくなりますし、来年の芽の伸びも抑えられるので、ミニで作るときには、有効かもしれないなと思います。全部透かしした後に、こう、根をですね、もし傷つけない、できるだけ切らないように全部抜きました。楽して、このまま作れるかなとか思ったんですけど、ちょっと厳しそうだったので、一個ずつ地道に作っていきたいと思います。大変だけど、意外と楽しかった。普通植え替えするときは新しい土使うんですけど、小白類はあんまり土を変えない方がいいと言いますし、この古土の中に菌根菌たくさん入ってて、キノコのいい匂いがしてますので、これを使いたいと思います。足りなくなるので、これに砂利足して、追い菌根菌足して、あんま入ってないな。追い菌根菌して、これにキリウム足して、キリウム土、ちょっと粗めのやつも足して、鉢はおなじみのこのザルを使います。穴場スペースのない人にとっての、畑みたいなもんですかね。で、苗木は結構やっぱり、いろいろ個性がありまして、粘りがすごい良さそうな、こりゃいいぞっていうやつだったり、もともとあんまり太らない子なのかなっていうのもありまして、はい、それに合わせていろんな作り方ができて、2勝は本当におもろいなと思いますが、これはね、ちょっと塊で取れたので、これを寄せ植えにしようと思ってみたり、もう全然細っこい、同じ樹齢なんですけど、すごい差があったりとかして、面白いものですね。はい。このロットは、全部軸切りしてるので、結構粘りがいいものがたくさん、豊作で取れました。片根のやつは県外にしてみたりとか、いろいろ、やり方あると思いますが、松類あんまりこういう風な根っこを抜いたりすると、やっぱ2、3年は弱ってしまうので、その間は、養生ということで、はい。とりあえずの植え付けをやっていきます。固定とちょっと幹を曲げるように、ちょっと余分な長さの針金を用意しておいて、感じで、まあ、ゆるくでいいので、針金で幹巻きつけておいて、
でこんな感じで針金を巻きつけて、それでこの網網に針金を通しの根っこは切らずに畳み込むの収納して、ぐっと固定。で、土を乗せて、こういうものを全部作っていきます。ちょっと太いやつ、太めのよく太りそうなやつはザル培養にしました。太りやすいやつはザルの方がよりよく、より早く太るかなと思って、ザル培養グループとちょっと締めて作るグループと今回は作ろうと思います。で、ちょっとちっちゃいやつ、特にこういう同じ時期に実生したけどすごいちっちゃいやつとかは、むしろミニ盆栽向きだと思うので、こういうものはもうザルとかじゃなくて、もう小さい鉢で締めてゆっくり作っていこうと思います。やっぱりザルで培養して太らせたものっていうのは、太りも早くて2、3年でこのくらいの太さになるんですけど、こちらは未生して10年以上経つんですけど、こういうふうに最初からちっちゃい鉢で作って、あまり太らせないようにして作っていくっていうのも、またちょっとなんか雰囲気が違うんですよね。幹の感じとかが違って、面白いかなと思います。できるだけ太らないように育てても、やっぱり生きてるから、毎年胴吹きもするし、新芽も吹いてくるので、徐々に太ってきていて、どうしても鉢は大きくなっていきますが、それでもまあ10年以上でこのくらいのサイズで楽しむことができる。太らせて作るっていうのも面白いし、あなた次第です。やり方は一緒です。普通に固定をして、で、こういうの鉢に入れましょうとなった時、やっぱりゴロ土も必要で、小さい鉢ですから基本の用土はやっぱり細かめなものになりますけど、赤玉と、藤砂と、それと桐生の細かいのですね、できるだけやっぱミニでも水はけのいいものを用意しています。これって結構根っこが張ってるので、こんなですけど、いい木になりそうです。はい。こういうチビたちを仕込んでいきます。ちっちゃめのやつをそれぞれポットに植え付けました。松類は特にそんなに根を切れないっていうのもあって、一度大きくしたものは小さい鉢に入れられませんので、この鉢で育てたいなと思ったら、その鉢で小さいうちから管理していくと作りやすいし、古さも出やすいかなと思ってます。で、鉢上げして小さい鉢に引っ越しましたから、幹の方を強く曲げようとか、やってもいいんですけど、少し落ち着いてから今年の秋以降なんかにやると、優しいんじゃないかなと思います。で、何本かちょっと素材の良さそうなものは少し形にしてみようかななんて思うんですけど、ちょっとここら辺車枝っぽくなってますので、少し枝数を減らしまして、これはいいか。はい、もちろん今やる必要ないんですけど、ちょっと1本ぐらい、それらしいものを作りたいなと思いますので、幹をちょっと曲げ足せますので、そんなに厳しくしなくてもいいと思いますが、こんな感じで幹曲げだけ軽くしといても、楽しめる感じですかね。こういうのも私みたいにせっかちな人は幹を少し曲げて、基本を、多少ねじりかなんか入れといて曲げ足しやすくしておくと。こんな感じで曲げとくと面白いものができるかなと思います。これはもう植え替えと幹曲げしてるので、もうここまでやったらもう触らずに、夏越ししっかりやって、枯らさないようにすると。そうやって10年、20年と持ち込んでいったら、ちょっと古さも出て楽しめるんじゃないかなと。小スペースでも、ミニから作って、木を良くしていくっていうやり方、ミニ盆栽の楽しいところかななんて思っている次第です。